はい、それでは 12AU7 プッシュプルヘッドホンアンプの制作第2回目スタートしたいと思います。今回はですね、組み上げそして視聴の様子を、ご覧いただこうかなと思うんですけれども、ちょっとその前に1点ちょっとお伝えしておきたいことがありまして、前回ですね、このアンプの周波数特性を計測しました。お世辞にもですね、周波数特性がいいとは言えない特に低域がだらだらっと下がった形だったわけなんですけれども、この計測をしたときにですね、負荷抵抗の値が200キロオームでした。で、ここの負荷抵抗の値を変えてやるとですね、ひょっとしたら周波数特性少しは改善しないかなというふうなことが気になったので、抵抗の値変えて計測してみました。なんですけれども、例えばこれ20キロオームにしたとき、それから500キロオームにしたとき、いずれもですね、目に見えて何か大きく変わるというふうなことはちょっと見て取れませんでしたので、今回はですね、200キロオームの負荷抵抗を使って実装していきたいというふうに思います。はい、それではですね、引き続きまずは組み上げの様子からご覧ください。はい、今回ですね、3種類のケースの、紙の模型を用意しました。YM130、それからMB11、3、14、そして、YM150 という3種類です。いずれもですね、高知さんというメーカーさんから発売されているケースになります。それではですね、これから、部品がこのケースに収まるかどうか検証していきたいと思います。はい。まず天板トップサイドですね、トップサイドには電源トランスと、それから真空管を2本、配置したいと思っています。ちょっとね、本当はトップサイドですのでこういう向きなんですけども、トランス乗せちゃうと潰れてしまいますので、裏側に便宜上しています。で、一番小さいですね、YM130 のケースであってもですね、トランス、そして真空管ソケット2個分は余裕で乗りそうですので、トップサイドについては、どのケースであっても問題ないのかなというふうに思います。それではですね、引き続き中に入れる部品がちゃんと入りそうかどうか検証していきたいと思います。はい、ケースの内側にはですね、小型トランスを載せた基板、それから、USB の接続型の DA コンバーター、そしてスイッチ、ネオン管、ヒューズ、こういった電源周りの部品ですね。それからヘッドホン用のステレオジャックとボリューム、そしてですね、併活用の大型のコンデンサー、こういったものを、収めていきたいなというふうに思っていますので、これから実際に部品を入れていきたいと思います。はい、まず最初に YM130 ですけれども、このトランスを乗せたユニバーサル基板がですね、すでにもう横幅が入らない状況になってますね。で、これをちょっと縦置きに変えていきますと、どうでしょう。だいぶもう余白が少なくなってきて、これ USB のオーディオインターフェースですけれども、もう重なってしまいますね。でここに、例えばこの電解コンデンサー、大型の電解コンデンサーを乗せると、もうなかなか本当に隙間がもうないという感じですかね。これはちょっと厳しいのかなというふうに思いますので、引き続き次のサイズのケースに移っていきたいと思います。はい、続いて MB11-3-14 ですけれども、こちらはですね、部品入らないことはないなという感じです。かなり、余裕があるかと言われるともう余裕はない感じですけれども、じゃあ入らないかというと、一応今のところ、所網の部品は収まっている状況ですね。あと次の一番大きなサイズのケースと、どれぐらい、余裕感が違うのか、ちょっと見ていきたいと思います。はい、続いて YM150 ですけれども、こちらはもう今ご覧いただいている通りケースの模型の白いところがですね、かなり、現状で広く見えてますんで、余裕のある部類かなというふうに思います。悩ましいところですが、一つ前で検証したMB11-3-14 ですね、入らなくはないと思うんですけれども、
作業性、それから安全面考えてですね、それから過去、12AU7 のシングルアンプでちょっと苦労したという経験も踏まえてですね、今回はこの YM150、を使って実装していきたいというふうに思います。はい、まず最初にですね、この天板、トップサイドの板を作業台に見立てて、真空管ソケットの足の部分に部品を取り付けていきたいと思います。その時のですね、tips として、このちょっと無駄に長いビスを使って、真空管ソケットを止めています。これによってですね、このビスと取り付ける部品がうっかり干渉してしまったというようなことを、未然に防ぐという効果を狙っています。で、ここでですね、ソケットに部品を取り付けて、それを裏返して正しい向きに取り付けた後、そういう部品と干渉しないようにですね、ボリュームの位置ですとか、それからヘッドホンを差し込むジャックの位置、それからスイッチの位置、こういったものを決めていきたいと思います。はい、部品の取り付けが完了しました。試聴も行いましてですね、試作の時に感じた、粒立ち感のいい音、プチプチっと弾けるような感じの音、そういうのも再現されていましたので、狙い通りだったのかなというふうに思います。ではですね、ちょっと中を開けて見てみたいと思います。はい、というような感じでですね、悩んだ末に一つワンサイズ大きめのケース、これを選んで、良かったなというふうに思いました。配線がね、まだ余裕があるというほどではないんですけれども、もうどうしようかな、これはもう入らないんじゃないかなというようなことはなくてですね、割とすんなりと、収めることができました。それではですね、引き続き仕上げに移っていきたいと思います。はい、一度ですね、部品をすべて取り外しました。この後ですね、塗装の工程に移っていきたいと思います。塗装の工程はですね、このメタルプライマー、下地剤をまず一度塗って、それから色付きの塗料を2回塗るという流れで進めていきたいと思います。はい、塗装が終わって、組み立ててみました。どうでしょう。自分で言うのもなんですけども、なかなか可愛らしく出来上がったんじゃないかなというふうに思います。で使っている電源トランスがですね、カバーのない剥き出しのものでしたので、小さめのアルミケースを買ってですね、ボディと同色に塗って、ちょっと目隠しするような形で取り付けてみました。それからですね、ここに、未使用の穴が開いていますけれども、何度か試聴をしているとですね、やはり本体にもボリュームがあった方が何かと便利だなというふうに思いましたので、この後ボリュームを買ってですね、取り付けようと思っています。ですので、穴開け加工の時にですね、もう一緒に穴は開けてしまっています。この後ですね、ボリュームを入手次第取り付けようかなというふうに思っています。はい、いかがだったでしょうか。印象としましてはですね、非常に情報量の多いアンプだなというふうに感じました。ですので、今まで、もう何度も聞き込んできた音源、音楽も改めてですね、もう一度これで聞き直すとですね、新しい発見がありそうな予感を感じさせる、そういう風なアンプが出来上がりました。それとですね、少し前にも申し上げましたけれども、使い勝手の面でですね、やっぱりボリュームあった方がいいんじゃないかなというふうに思い至りまして、ここに、ですね、入力部分のこの、初段のトランスですね、初段のトランスにつなげるところの、抵抗、負荷抵抗、ここの抵抗をですね、ボリュームに変えようかなというふうに今のところ考えて、ケースにも穴をもうすでに開けてしまっております。もうこうなったらですね、ボリューム買うしかないんですけれども、何をそんなに躊躇しているかと言いますと、
これ4連ボリュームが必要になってくるんですね。片チャンネルに2個、LR 合わせて、4つのボリュームが連動したものになっておりまして、これ、強立 L ショップさんで売ってるんですけれども、なかなかな立派なお値段というふうなことになるんですけれども、いやこれだけなんて言うんでしょうね、いい音というか気に入った音が出るヘッドホンアンプが出来上がりましたので、いずれですね、いやということで、このボリュームも買ってですね、取り付けてみたいなというふうに思った次第です。はい、ということでですね、12au7 を使った、そしてプッシュプルの回路にして小さな出力トランスを使って、作り上げたヘッドホンアンプ、この制作の様子をご覧いただきました。これからもですね、いろいろなものを作っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。